こんにちは。LO はデッキの中身覗かれるのが一番嫌なところだと思うカスカベつむぎです。まあ今回は使う側なんですけどね。じゃんじゃん覗いていきましょう。お相手獣呼びをキャスト、緑タンですね。こちらはジェイスをキャスト。プラスで獣呼びのパワーを下げます。次はマイナスして土地探して集団疾走が強そう。で、世当たり上手の交渉陣は戦闘ダメージをパワーじゃなくタフネスで与える能力持ちです。つまりこうなりますね。こちらはこのターン土地引けないと致命傷になりかねんので再度ジェイスをキャスト。トップはタックインランド。やっぱり今キャストしておいて正解でした。お相手小玉をキャスト。強い動きですね。ここで一気に9点被弾。残り7点。さらに小玉の能力で森を2枚戦場へ。ここは当然集団疾走で、これでライフ以外はイーブンか。お相手活力を下すもの、リーサル圏内の生物出ちゃいましたね。こちらは放浪を浮かまえで5です。神よあったら知らない。お相手獣呼びから追加の汚すもの、そして意味つかに1マナ立ててアタック。しかしここはやるしかありません。通りました。ラッキー。ここで国別をキャスト。盤面を再度一掃します。放浪王はプラスカランチでエンドです。お相手にスタをキャスト。対処できるカードほぼないので負けですかね。なお動画化されている模様。こちらはお願い多元宇宙をキャストします。さあ何がめくれるか。こちらはジェイス。お相手日差がめくれてます。日差奥義でも15点なのでここはギリギリ耐えるはず。まず日差はプラスでトークン生成。放浪王もマイナスでトークン生成。ジェイスはドローですかね。お相手のライブラリ残り28枚。お相手トップはルームスカールの戦士。トランプル付与はまずいですね。お相手悩んだ末にトークンでこちらにアタック。ここはちゃんとダブブロで相打ち取りましょう。お相手トークン出してエンド。こちらはこのままターンを返すと負けなのでここで試合を片付ける必要があります。まず JS-3 で9枚切削。お相手ライブラリ残り18枚。そして多元宇宙の突破キャストでお相手のライブラリ残り8枚。戦場に戻すのは当然ジェイス。さらに JS-X3 で9枚切削します。これにて完走です。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは大満足キープ。お相手親の英雄タンより2択魔の。でもこのデッキは赤タンを雑に目立ってるので分回りされてもなんとかなるやもしれません。お相手は即走をキャスト。赤タンうまいですね。こちらは第3の道の創設をキャスト。一生で黄昏の強落を踏み倒します。熊野が裏返り。お相手レガース対進行。黄昏の強落1枚分が無に返します。ここは即走を止めておきましょうか。創設2章は自分を切削します。スクイーケアとリソース稼ぎです。そして2枚目の強落をキャスト。そろそろ止まってくれるといいですが。お相手さらにレガーサへ進行。またもやトークンが片方やられます。ここはまた即走をブロックします。第3の道の創設3章で黄昏の強落を追放します。墓地から唱えて3回目の強落です。ようやく2アクション取れるようになりました。ここから盤面返していきましょう。お相手3回目のレガーサへ進行。もうレガーサの体力はボロボロよ。ここで反射的に即走を取りに行きましたが、アタック宣言後で良かったです。お相手熊野のアタックはブロックします。こちらはメインで進行の繕い。重いところ2枚を捨てて土地をハンドに入れます。お相手加勢された即走から
きな。そして3体でアタックします。4点もらって残り11点。こちらトップはまた重いところ。メインで繕いをキャストします。引いたのはトチトチ。ここはアンタックインランドをもらって次のターンの多元宇宙確定させましょう。お相手ここで引き立てる炎。ちょっと引きが本気すぎませんかね。そしてこちらのトップは国別。これで引きはおあいこですね。アディオス。お相手無謀なる衝動。そしてフェルドンから即走をキャスト。3点受けて残り1点。こちらはお願い多元宇宙。放浪を引けたのは最低限。お相手からは炎を吹きもらえますか。放浪王はマイナスでフェルドンを追放。7マナあれば十分なので土地は抱えたままターンエンドです。ここでお相手ようやく止まりました。しかしこちらもリソース機です。やることないので精神壊しで削っておきますか。お相手スクイー入ってたらきつかったけど攻めなきゃ結局顔焼かれて終わりです。6点は通ってお相手残り14点。ケッシグの炎を吹きをキャスト。これで火遊びでも負けますね。しかしトップはありがたい進行の繕い。ここは土地2枚落とします。そしてセレスタスから魂の仕切りを構えてエンドです。お相手稲妻の一撃顔に一手違いで負けてるところでした。ここで土地捨てられるのは助かる。お相手そのままエンドで依然火遊びリーサル圏内。こちらは侍でアタックして構えてターンエンド。セレスタスで回復しましょう。お相手トップは熊野。ギリセーフ。2点受けて残り2点。あれ、もしやこれは魂の仕切りを炎吹きに、こちらの炎吹きで1点バーン。そして精神壊しを補正。放浪王は低いところにプラスで、これで精神壊しはマストブロック。当然チャンクされて、最後に集団失踪。炎吹きが誘発してぴったりサルです。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これも大満足キープです。お相手なやから、そして白い土地はありませんが、第3の道の創設経由でキャスト可能です。捨てるのは精神壊しと強楽かな。白い土地は引けませんでしたが、クリーチャーデッキじゃなければ何とかなります。お相手アンタップインから構えてエンド。創設2章は自分に使いますか。いい感じに重そうなところを弾いてくれて助かる。そしてこちらはジェイスをキャスト。サラチジェイスでプラスから入るか問題ありますが、アーシ的には LO 見えてない限り絶対マイナスがいいと思います。お相手エンドに群れの渡り、ハントでしたね。お相手踏み歩くものをキャスト。最近ランプデッキを結構見ますが、このデッキだとかなり有利対面です。創設3章は黄昏の強楽を追放して、あ、白でないじゃん。創設3章使わないとハンド1枚減るだけで終わるので、できれば使ってあげたかった。そしてセレスタスキャストで今度こそ白マナを出します。お相手コツカをキャスト。ジェイスが取られます。でもソーサリーの追放除去は魂の仕切りがあるのでいつでも開封できますね。こちらは精神壊しを補正。お相手緑線の束縛はないようでここでサイクリング。アタック誘発でデッキ半分失策します。お相手残り21枚。昼夜が入れ替わって1枚ルーティング。お相手6マナ構えてエンド。こちらはスムーズに多元宇宙キャストしたいのでメイン進行の繕い。無事土地を引けました。土地をプレイしてあんまり意味のないジェイスキャスト。でもマイナス2のサンドローには抗いがたい。そして昼になって再び1枚ルーティング。
お相手7斜めで踏み歩くものアクティベート。ジェイスにアタックしてジェイス破壊。そして第2メインでアトラクサキャスト。こんな心穏やかなアトラクサ着地はなかなかない。そしてこちらも7斜め多元宇宙の突破をキャストします。これたりで終わってる説もある。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。まあなんか引くでしょうのキープで。お相手タップイン連打ゆっくりで助かります。高架下くず鉄くらいをキャスト。なんかまたアトラクサの匂いがしますね。こちらはジェイスキャストでマイナス2から八百長デッキでしたか。そしてお相手八百長試合をキャスト。これは厄介ですね。戦闘前にくず鉄くらいにカウンターが乗りジェイスにアタック。ここはぴったり打ち取られてしまいます。こちらはもっかいジェイスマイナス2でさらにドローを進めます。次は八百長を打たせて集団失踪ですね。お相手ドロスの魔人をキャスト。これで秘匿達成と思ったらカウンターはくず鉄くらいにもしましてあんまりいいもの伏せてないのかな。2点もらえますがジェイスは存命。こちらは集団失踪をキャスト。ジェイスはプラスカランチで。お相手シオルをキャスト。八百長でカウンターが乗ります。放浪砲構えでもよかったですがこれだったら1回流しちゃいますか。アディオス。そしてジェイスはプラス継続。お相手ドロスの魔人をキャスト。だいぶリソース差がついて普通にあそこんできてますね。こちらはいいものが見えたので多元宇宙の突破キャストで。でもジェイスの放浪オウも引いちゃってるから落ちる確率は低いか。ジェイスはマイナス X で落としておくべきでしたね。とはいえこれで1杯ドロー。溢れた分も墓地から使えるのでとても美味しい。お相手メインシェオ直レイ。そしてシオルをキャスト。ドロスのアタックは顔へ。6点受けて残り8点。こちらはアップキープにシオル追放。ついでに魔人も追放。魔人の方は第3の道でキャストすればよかった。ジェイスはプラスで次のターンで締めましょう。お相手シオルをキャストしてエンド。こちらはジェイスマイナス2から追加のジェイスをキャスト。X5 で即墓地。さらに第3の道の創設をキャスト。2章でぴったり4枚切削。対戦ありがとうございました。というわけでスパーエル王でした。新カードはただ1枚これだけです。お互い10枚切削して PW 化生物を自分と相手の墓地からリアに。つまりこれでジェスを釣り上げることで合計25枚切削。事前にジェス -5 かテリシアの精神壊しで半分切削でもしていればほぼこの一撃で決まりますね。全環境の LO ってジェス一発、精神壊し一発は入るけどあと1押し足りないってことが結構あったんですが、そこに一撃必殺のパワカが加わったことで LO 成功率が飛躍的に上がったように感じます。あとはハンドにこれがあると手札のジェイスをドロソ剣でポイとして捨てるのも惜しくないのがいいところ。あとは第3の道の創設で後で墓地から唱えられるので、序盤は重たければルーティングで捨てておいてもいいです。さてこのデッキの強さですが、なぜかめっちゃ買ってます。これでプラチナからダイヤまで上がりました。相性ですがこれだけ目立ってる甲斐あって赤タンにはちょっと有利です。あとは白タンやランプもかなり得意で、アトラクサ系にもかなり勝ち越してます。切削とリアニで相性悪そうなのに不思議ですね。今回の動画にあったようにアトラクサの返しにでかい切削決めて勝つパターンが多かったです。まあ上振れしてるとは思うので、さすがにもうちょっと低いところに落ち着くんじゃないかな。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。またチャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。